こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はじゃん、いつものこのボンポンさんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服という本の中の27番バルーンスカートをアレンジして作っていく動画の後編の動画になります。前編の動画で型紙をアレンジする方法を詳しく解説してきましたので、まだ見てないよという方はぜひそちらもご覧ください。元にしたこのボンポンさんの本のバルーンスカートの作り方自体は型紙もたった一つだし、ポケットもないし空きもないので、とっても簡単なスカートです。なので初心者の方にもとってもおすすめです。アレンジ前の元のバルーンスカートに挑戦したい方も、私と同じようなアレンジを効かせた作り方に挑戦したい方もぜひ一緒に動画を最後まで見ていただけたらなと思います。それでは早速始めたいと思います。スタート。はい、ではまずはこの表のスカート、表の身ごろから作っていきたいと思います。こんな感じで今回私は上と下がバラバラになっているので、まずはこのバラバラになっているパーツを合体させて1枚の身ごろにしていきたいと思います。なのでバラバラになっている身ごろをパタッと中表になるようにして合わせて縫い代1センチで縫っていってロックミシンをかけます。で、今回はこんな感じで薄い生地なので、この動画で紹介している巻きロックっていうロックミシンの縫い方をして生地端の処理をしていきたいと思います。裾も同じようにしてタックを折ってでアイロンで折ったらミシンで仮留めをしておいてあげてください。そしたら反対側もう1枚の身ごろも同じようにして作っておきます。はい、こんな感じでウエストのタック、あとは裾のタックを折ってミシンで仮留めして、あとはついでにね裾の三つ折りのアイロンもしておきます。で、ここの部分、裾の部分はきっと裁断する時に少し余分にこうね飛び出してカットしておいたので、ここが折った時に余ったと思うんですね。そこはハサミでちょきっと切ってあげておくと綺麗かなと思います。で、前と後ろの身ごろを同じようにして作ったら、身ごろを中表になるようにして合わせてあげて、で裾の折った縫い代は一度開いて、反対側も同じように開いて両脇ガーッと縫って、裾もぐるっと一周もう三つ折りにして留めてあげましょう。はい、こんな感じで身ごろが完成しました。さっき言い忘れましたが、両脇を縫ったら脇の部分も忘れずにロックミシンをかけておいてあげてくださいね。で、両脇のロックミシンをかけてから裾を三つ折りにして裾もぐるっと縫っていきます。これで表の身ごろができたので、もう一個の裏地のスカート、今回は裏地という感じではないんですけど、裏側のスカートももう一個作っていきたいと思います。表の身ごろとほぼ同じ順番で作っていきます。まずはアイロンをかけるところに全てアイロンをかけますね。裾の三つ折りの部分、あとはウエストのタックの部分をアイロンで折ってミシンで仮留めしてあります。で、裾の部分、今回は私丈、表の生地と裏地は着丈を同じにしていないので、裾にはタックがありません。なのでただの三つ折りですね。で、前と後ろの身ごろを同じようにしたら、これも中表になるようにして合わせて両脇縫い代1センチで縫ってロックミシンをかけて裾をぐるっと縫っておきます。
脇を縫ってロックミシンをかけたら、片方に縫い代を倒してアイロンをかけておいてあげてください。で、裾を縫いますか。表の身ごろと裏の身ごろが完成しました。そしたらあとは表と裏を合体してウエストベルトで縫い合わせていきたいと思います。で、ウエストベルトの準備をしていきましょう。ウエストベルトは平らな状態から一度半分に折ってアイロンをかけます。で、一度開いて片方どっちでもいいので、片方の縫い代を 0.9 センチで折ってアイロンをかけておきます。そしたらベルトを中表になるようにして合わせてあげて、この縫い代折っていない方から縫い代1センチでダーッと縫ってきて、最初の折り目から 0.5 センチほど過ぎたところで一度針を止めて返し縫いで糸を切ります。で、この 0.9 センチの折り目のまた 0.5 センチくらい上に針を刺して返し縫いをして下までミシンで縫います。はい、こんな感じで縫えたと思います。ここがね開きますよね。で、ここの縫い代をこうやって開いて、ここの部分の周りに 0.5 センチくらいのステッチで四角く留めてあげます。はい、そしたら表の身ごろと裏の身ごろをこんな感じで合体させてあげて、今作ったウエストベルトを合わせていきたいと思います。ベルトはひっくり返して裏面が見えるようにして持ちます。で、下側に 0.9 センチで折った縫い代が来るようにしてスポッと身ごろと中表になるようにして合わせてぐるっとピンで留めました。そしたらミシンで縫い代1センチでここをぐるっと一周縫っていきます。身ごろとベルトが縫えたら、今度はこのベルトをくるっとね、縫い代を 0.9 センチ折った方をスカートの裏側の方にこんな感じで回してあげるようにして、で、このベルトと身ごろの方の際にピンを刺して、で、後ろの方でベルトも一緒に留めます。そうするとここのところを次にミシンで縫っていくときにベルトを縫い外さないでいいので、こういう感じでウエストベルトをところどころ定期的にずれないように留めてあげてください。よいしょ。はい、ぐるっと一周こんな感じで留められたら、今度はベルトの方の際ですね、身ごろの方じゃなくてベルトの方の際をぐるっとステッチをかけていきます。こんな感じで身ごろとウエストベルトが無事につきました。そしたら最後にウエストゴムを通したいと思います。ウエストゴムの長さは使うウエストの幅とか、あとはこの強さとかによって何センチって決まってくるわけじゃないし、履き心地がきついのが好きな人もいれば緩いのが好きな人もいるので、目安としては自分のこのスカートを履く位置の寸法引く10センチくらいがゴムの長さの目安かなと思います。で、このゴムを通してみて、で履いてみて長さをまた調整してあげてください。はい、ということで完成しました。どうでしょうか。表の
このね薄い白い生地だけだとやっぱりちょっと可愛らしくなりすぎかなっていうところをインナーの黒いスカートがちょっとシックに抑えてくれてる感じがいい感じかなと思います。ただちょっと実際に完成して履いてみて初めて気づいたんですけど、これ結構足があまり大きく広がらないスカートなんですね。バルーンなので裾に向かってちょっとこうね細くなっているのがそういうデザインなんですけど、そこが可愛いんだけどなんか大股で大股で歩く時にはちょっと裾をまくり上げて歩くみたいな感じになるかなっていう感じです。ただ日常生活を送る分には全然問題ない、支障がない感じかなと思うので、ぜひね作ってみてほしいなと思います。はい、ということでこのバルーンスカートいいなと思ったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。